さて、待望のメカハクスラシューターが体験版を廃止するも、なんだかちょっと荒れてるとのことで、今回はデモン X マキナタイタニックサイオンの紹介を行います。こちら先日動画にしたデモン X マキナの続編であり、近接攻撃も多彩な銃で戦うルーターシューターです。発売日は2025年9月5日で、あとわずかのところ、前もって遊べるデモ版が Steam と PS5 で突如公開されました。製品版と違う部分はあるかもしれないとのことですが、データは引き継がれるため、購入予定の方は遊んでおいて損はありません。2時間くらいで終わり、可能な範囲内でやり込むこともできます。装備品はおなじみディアブロ系で、レアリティやランダム性能がつき、敵が使っているものを分取れるのが特徴です。レアな敵は入手が困難な銃で撃ってきたりして、絶対にそいつだけは倒す、みたいな場面が生まれるのかもしれません。ただし敵1体につき1つまでしか奪えないため、選択が迫られます。体験版は序盤までのため装備品は強いものは入手できませんが、やり込める面白い点として熟練度システムがあります。装備を使えば使うほど武器カテゴリーの経験値が溜まりレベルアップします。10レベルを上げればリロード時間短縮が増えていき、それだけ短い間隔で撃ちまくれ、より爽快に遊べるようになります。そんな今作が体験版をサプライズ配信するも、海外掲示板で少々物議が起きています。アンセム化するな、アーマードコアさを保てというものです。ゲーム感覚は前作と一緒で超ハイスピードでフィールドをかけ空を待って戦えます。その心地よい戦闘こそが一番の売りであり、そこにトレハン要素が加わるためハクスラゲー好きにはたまらないものがあります。ところが乗り物の形態に変更がかかりました。前作は大きめの機体でしたが、今作はパワードスーツを身につけます。かの有名タイトルアンセム、あるいはアイアンマン風の戦闘に見た目は近くなりました。ということからアンセム完全版だと称える人がいる一方、気に入らない人も一定数いるようで、前作のようにアーマードコア形式にしろと騒ぐ輩が出ています。デモン X マキナは元アーマードコアスタッフが関わっていることも影響しています。確かに人の大きさで戦うため、前作に比べるとスケール感は小さくなりました。踏み潰せそうな建物をはために巨大メカで戦うのを期待していた人にとっては残念な部分はあるかもしれません。しかし先ほどの通り、遊び心地の良さはそのまま引き継がれています。ゲームの面白さは見た目も重要ですが、最重要ではありません。わざわざ嫌って暴言を吐いて周りに迷惑をかけ、自ら選択を狭めるよりも、慣れて受け入れてしまえばそれだけ楽しめる幅が増えます。ちょっとのこだわりを捨てるだけで人生における幸福度が増します。何よりも新作なので前作からパワーアップしてる要素は多々あります。逆にこちらが小さいということはそれだけ巨大なボスが出てくるかもしれません。オープンワールド化は一つの面白い試みで広いフィールド内を探索する楽しみが増えました。自ら飛ぶ以外に車といった乗り物もあります。馬もあります。乗らなくても良いのですが、これぞ趣です。フレンドと一緒に遊び、おしゃべりしながら運転しても良いでしょう。ゲームの流れはミッションを受け、ファストトラベルである程度近くまで飛び、目標を見つけ達成したらまたさっと拠点に戻り、次の依頼を受けるというテンポの良さがあります。ミニクエストもフィールド上で見つかり、それを受けながらマップをブラブラしても良いです。敵はそこらに配置されていてずっと戦えるし、採掘や宝箱を見つけ資源を集めても良いです。今は倒せなさそうな巨大なボス系も配置されています。この目的のない探索を楽しみに変えてくれるのがディアブロ系戦利品と熟練度システムです。どんな行動をとっても無駄にならない仕組みであり、ゲームの面白さを爆上げしてくれます。装備部位は多彩で武器だけでも6種類あるし、さらに変異システムみたいなものもあります。敵がドロップする遺伝子を組み合わせることで独自のスキルを覚えられます。他に前作と同じくディアブロのソケットにジェムをはめるイメージの装備アタッチメントもあります。アタッチメント自体にもレアリティがあり、ランダムドロップします。構成の幅は無限大です。肝心の戦闘部分はロックターゲットがあるためエイムしなくても敵を撃てます。もちろんマウスキーボードの場合は自らエイムしても良いです。自分で狙った時のメリットがあるかどうかは今回はわかりませんでした。敵の弱点は大きく分け2つあり、物理に弱いかレーザー兵器に弱いかのどちらかです。それを見極め戦利品による自分で編み出した構成で地上と空中の移動をキビキビ切り替え、いかにスタイリッシュに動き敵を倒すかがデモン X マキナの最大の楽しみと言えます。キャラクリではイケメンや美女が作れるのもポイントが高いです。会話シーンは多いもののスキップは可能なので戦闘を集中して遊びたい人も安心です。ただしスキップがそこまでできないのは難点です。カットシーンを分割してスキップしていくため長押しの指が疲れるかもしれません。ここら辺は設定で変更できれば良いですね。
以上、新たなハクスラシューターを楽しんでみたい方は、漏れなくおすすめのため、まずはデモ版を遊んでみてはいかがでしょうか。定価は8800円で、PC のほか、Switch 2、PS5、Xbox にも対応しています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。デモン X マキナタイタニックサイオン。難易度は3つあるようですね。じゃあノーマルでいきましょう。さあまずはキャラクリかな。ベース、男か女か。よし。女キャラでいこう。体型も変えられる。頭の大きさ。プリセットからも選べますと。お、服装もいろいろあるっぽいね。スーツ。色も変えられる。ジャンプスーツカラーにしよう。さらにアクセサリー。これがマントか。そして音声。イモータル、私に構わないで。報酬分は働くわ。今んとこ声は結構低い声だね。顔つきも変えられますと。これもいっぱいあるけど、どれもいかついな。なんか結構特徴的な顔もありますね。次は髪型。髪の色。さらにアクセサリー。目周りだね。目隠しもできるよ。夜は 2B タイプにもできる。見た目を保存する。はじめ人型で操作するようですね。ちょっとマウスの動きに癖があるかな。さあこのゲームはマウスキーボードとゲームパッド両方同時に操作できますね。アーセナルに着替える。パワードスーツ的な。ここからさらにもう一段階ででかいロボ。それに乗るシーンもあるっぽいですね。おう。アンセムみたいだ。ああ、飛べる。降りるにはどうしたらいいんだ。二動詞。こうか。いいね。次は装備を取得できる。敵から追いはぎですね。アクセス。さあ、千鳥にオートクレール。どちらも近接武器かな。千鳥を装備した。あれどっちか選んだんだ今。一つをね。さらになんか奪えるかな。アクセス。リペアミスト。VP を回復。下で使える。まあ、消耗品ですね。次は、アサルトライフル、マシンガン。じゃあアサルトライフル。これ戦えんのか。あ、近接だ。よし、敵だ。おら、きれい。この野郎。うわー。なんか強いね。エイムはない。ライトクリックで直接撃ちますね。あたたた。さらに分取ります。お金か弾薬。弾薬は右下に書かれてるか。弾薬を入手。マックスまで入手できるのかな。さあ次は空中戦かな。今自動で動いてますね。お、あ、動ける。あら、かわすんだ。これで切って、弾撃てない。あ、撃てる。撃ちたいけど、エイムできないな。真正面しか撃てないよ。これでダッシュ。おっと、敵だ。RB で、どっちね。左で武器の変更。右でも変えられる。リペアコンテナ。これで回復できるのか。次はグレネード ?LB。もしくは Y で使える。これはグレネード。マップは右上にありますね。よく見ると。ミニマップが。その通り進みゃいいのかな。あいつ、すげえ横に動く。PVP やってるみたい。これでもダッシュだし、さらに RB 押しっぱなしでも、なんかこんな感じで、ダッシュになりますね。こっちはスタミナ使ってるな。この乗り物の能力使ってんのか。それタレット。行くぞおりゃー。さあ次は宇宙船。おお、すげえ。なお、助けに戻る。逃げだと思いきや、助けに行くのか、まだ。どっちだ、目標は。目標あっちか。よし、行け。おお、飛んでる。RB はやっぱり、スタミナ使いますね。ああ、ちょ。あっさりやれちゃったよ。うわー。砂漠、サーチモード。これで、周りの状況を見れる。鉱石は掘れそうだね。うら、あ、武器持ってないな。まだ初めからか。鉱石かと思いきや、装備が取れんのか。同じ種類でも、パラメータが異なる個体が存在する。性能はランダムですね。比較もできますと。では、グリムリーパー。こっからですね。アサルトライフル。バランスがいい。扱いやすいと。LT で使える。これ弾じゃないの？違うか。
サーチだ。ピコーン。次はストレイ。これは近接武器かな。扱いやすいと。最大3段。距離を選ばない。おお、素早いね。この辺はこれはなんだこれ。壊せますね。壊すことで、なんか素材を回収してる。これはお宝っぽいね。コンテナだ。アイテムセット。ああ、消耗品を設定できるって話か。拠点で設定できるのかな。ハンガーね。掴む、グラブ。敵がひるんでる状況で掴めるんだ。掴むとどうなる？武器で攻撃する。さらに投げる。離す。よい、掴んでみよう、早速。まずはライフルで。何弱いって？掴みたいが掴ませろ。今だ。あ、掴めない。掴めません。6ターゲットあんのかな。ありますね。RB で。これはダクストと一緒かな。まず全体マップ。ファーストトラベルもできると。で、アタッチメントは装備品に追加効果をつけられる。ハンガーに転送。不要品は拠点に送れんのか。で、装備武器熟練度がありますね。使うほど強くなっていくのかな。やっぱり熟練度システムがあるだけで面白いですからね。使いがいがある。あ、すでについてるね。弾速アップレベル1。こっちはジャング回収量アップレベル1。右上のミニマップにもいろいろ表示されてますね。そこにアイテムがある感じか？これどうかな？ミニマップに表示されてない？うん。表示されてるわけじゃなさそうだね。すべてが。これなんだこれ。上なんかあんのか？おー、飛べる。普通に飛ぶ分には何もスタミナ使えませんね。ダッシュも可能。あ、敵かあれ。撃てー。6ターゲットすればまあ、エイムしなくてもね、狙ってくれますね。サンダーバード。ショルダーウェポン。メモリオーバー。性能が落ちてしまう。じゃあハンガーに送ろう。なんか外すべきだったのかな今ね。装備するためには。サイドウェポン。これをハンガーに送る。上にあるんだね。ああいうの、鉄砲で撃ってどうかな。壊せない。ダッシュ中にこのね、ぶつかりそうになると体をくるっと回転するの。これはかっこいいね、これ。何かの開発データ、装備開発を行える。クラフトで使えるのかな。頭に弱点があるとか、あんのかな。今、ジャスト回避してあげる。カウンターとかあるかもしれませんね。ああ、結構近寄れば、鉄砲でも壊せますね。ただし回収はできないのかな。近寄らないことにはね。こいつらはね、地上にいるけど、浮いてしまえば、一方的にやれんじゃないの。武器熟練度上がった？レベル2になったっぽいね。あ、飛んでくる、ちゃんと。そう、バカではないようだね、こいつらも。現在、アサルトライフルがレベル2になりましたね。これはとことん上げられるようにしてほしいですね。やり込み要素として。今、チャンス。掴める。お、掴んだ。掴んでから、武器攻撃。フィニッシュムーブみたくなりましたね。上にいるな。暗い。長押しか。ハッチが出たら、離すことでミサイルが発射される。ダッシュ中もちゃんと弾撃てますね、これは。アイアンマンみたく。飛びながら戦える。サプライベース。ライフ回復？ジャンクで強化できる。そうするとどうなるんだ？安くなるのかな？回復量でも。設置と解体。自分で拠点を作れる的な。そういう要素もあんのかな？回復。お金が186必要。回復してみよう。ハンガー。ここで装備品の付け替えができるんじゃないかな。サンダーバード2つありますが、こっちにはソケットが付いてるし、性能もちょっと高いのかな。いや、こっちも高いんだな。現状アタッチメント持ってないから、こちらにしとこう。アーセナルの見た目の変更できるっぽいね。主に色味かな？形状違いとかもあんのかな？外装変更か。現状は何も持ってない。あとは、テカリ具合。次はオーダーを受ける。まあ、ミッションですね、これは。連結通路の安全確保依頼。なんか倒すのかな？同時に受けられるんですかね。一つのみだね。フェムトゲージ。あ、飛ぶことで。フェムト使ってますね、よく見ると。画面中央上の右のゲージだね。よって道中の赤い何かを破壊して、それで回復するんだ。あそこなんか壁が、何あれ？ペイント？アクセスできる。あー、なるほど。これで見た目の
デカール。カスタマイズ用ですね。ペイントとか。こうやって発見するんだ。ファーストトラベル。あ、ここファーストトラベルポイントだったんだ。とりあえずこのファーストトラベルポイントで戻りましょうか。拠点。これ何？なんかありそうだけど。アクセス。採掘。採掘ポイント？カーソル合わせると採掘できる。やっただー。なんかミスって書いてあるんだけど。ミスった。失敗したのか？おかしいな。成功したように見えたんだけど。上昇も早いよね、かなり。あ、これ以上登れないんだ。制限があった。機体の性能が上がれば、もっと飛べるようになるんですかね。高く。ここら辺はどうだ？奪えそうだね。これもアタッチメントかな？レーザーダメージアップみたいな。あ、乗れる？いや、お宝か。重量アップ。所持重量か。あ、乗れた。おー。タルタどうやって撃つんだ？タルタないのかなこの車には。ここに、サプライベース。設置者雪影。回復ができる。レベルアップ投資。解体。ジャンク。あ、今まで拾っていたのはジャンクだったんだ。四角いの。投資することで、レベル2になる。で、ここのサプライベースのみだよね、多分ね。なんか他のプレイヤーが設置したものとかも有効になってんのかな、これ。そのうち画面中にこのサプライベースがいっぱいになったりするのかな。やっぱそうだね。他プレイヤー。長期間使用されないと破棄される。なるほど。なくなっちゃうんだ。まあ、ちょっとしたマルチ機能ですね、これは。難しい場所のそばで配置するとか、そういうことになるのかな。これは性能がいいぞ。粒子兵器。BY で使える。ボディアーマーについてるんだ。そういう性能のものが。いろんな種類がある。敵か。よし。YB 使え。使ってみた。おお、移動速度が上がった。一定時間バフかな、これは。特に発射速度が上がってるわけじゃなさそうだね。これはシールド。ショルダーウェポンに設定。パリーもできる。ガード中に X。タイミングよく。これでシールド。で、タイミングよくこれでパーリー。敵の近接攻撃のみですかね。弾はさすがにパーリー無理っぽいよね。盾を構えたまま銃撃てますね。エネルギーシールド。フェムト補正、レーザー武器。残フェムト量がたくさんあるとダメージ量が増えるんだ。軟質は物理。硬質はレーザー攻撃に弱い。装甲は破壊すると弱点が出る？どれが軟質なの？頭は硬そうだな。なんかつけてるから。危ない。うわー。やっただー。危ない。うわー。そう。イモータルがね、他のイモータルを融合するみたいな話から、それが強化能力につながりましたね。因子を保有していれば、ラボで活性化できる。組み合わせによって融合スキルを獲得。で、さらに、副作用で異形化することがある。どんどん人間じゃなくなるって話か、これは。前作と同じく。リセットもできると。遺伝子と因子図鑑、スケルトン、マイとジェルの3種類。現状はどういう状況だ？活性化を選択する。今これら持ってんの？兜割り？オートドッジ。あ、自動で避けんの？帯電耐性アップ。兜割りが欲しいな。全部覚えたのかな、もしくは。これによりアウターが変化が起きたのかな。うわー。やめろー。ああ、目がおかしくなってしまった。融合スキル。いろんな技を覚えましたと。パッシブもある。技を使うには、フェムトやスタミナを消費する。で、スキルにもレベルがある。それにより威力が上がったりするんだ。まずはスキルの装備。活性化はなくなりましたね。遺伝子みたいのが。全部覚えたの？スキルは3つある。武器、汎用、パッシブ。武器アクションスキル。スロットを選択する。ブレード。兜割りを覚えられる。おお。なかなか強そうじゃないか。使える武器は決まってるようだね。他の武器にも設定できるのか、ここら辺は。汎用アクション、オートドッジ。さらにパッシブ、帯電耐性アップ、4%。コストが許す限り装備できるようだね。このシステムは面白いが、融合スキルは何を条件にこの融合スキルを覚えるんだ？獲得条件、スケルトン3。それにより覚えられるのかな？現状はこれ覚えてるんだね。これが融合スキルなのか、すでに。因子図鑑。こいつから入手できたと。ボスを倒すといいんだ。あとスキルプリセットも可能で。お金結構使うようだね。リセットは。
ここに結構アタッチメント拾ってるけど、設定できそうだね。付け替えも可能なのかな。重量アップ。で、この青色はちょっとレアリティが高いのかな。性能が2つついてる。もしくはスロット穴が開いてるみたいにね。アイスショップ。今作もあるんだ。現状まだ使えない。まあ、多分なんかバフがもらえるんでしょうね。カードゲームでもあんの？なんかありそうだな、こりゃ。マルチでも遊べそうだね。これはなんだ？依頼？ログかな？これなんかどっか運べって話もしかして。それっぽいな。ミニミッション的な？飛行するなと。現代地ここか。ミニマップが曲がってるけど。まあ南だね。南に向かい。ミニマップ内の青色なんですか？なんか他のプレイヤーの何かかな。あそこなんか音がするんだけど。ガシャンガシャン。なんだこれ。でかい何がいる。やばいやばい。とにかくこれ。やばそうだ。オメガみたいなのがいるぞ。うわー。前作の、これ途中出てくるボスキャラでしょ。あ、この青いのは誰かの。倒れてるね。機体ですね。さあ、目標に着きましたが、この上かな。あ、飛んじゃったよーい。なんてことだ。カブト割りはどれだ？お、これか。できましたね。熟練度一覧。こんな感じか。パラメーターボーナス。おー、リロード時間もどんどん短くなるんだ。これはどんどん使わざるを得ませんね。これだけあるのはいいな。アタッチメント。レベルが2が水色。3が紫ですね。同じアタッチメントでも性能違いとかあんのかな。なんか馬がいるよ。これクリーチャーじゃないの。おお、馬に乗れる。攻撃もできます。速さはまあ普通かな。ちょっとしたローマンがある的な。うわあ、全然声聞かない。どっか弱点あんのかな。うわお。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。